い、それでは一番初めの選択肢、創造神神結びを選んだ方のこのまま待ち続けたら連絡は来るについてリーディングしていきたいと思います。今回はルノルマンカードを使ってお相手の方の、あなたへのお気持ち、そしてこのまま待ち続けたらあなたに連絡が来るのかどうか、連絡を含めてね、お相手がどういう行動をとるつもりがあるのかと、あなたへのアドバイスまでオラクルカードなどを使って出していきたいと思います。ではカードシャッフルから始めます。はい、カードで揃いましたのでオープンしていきます。はい、カード並べ終わりましたので、一番初めの選択肢、創造神神結びを選んだ方のこのまま待ち続けたら連絡は来るについてリーディングしていきたいと思います。今回はこちらのルノルマンカードを使ってお相手の方のお気持ちや状況ですね、表層意識、中層意識、深層意識で、過去、現在、未来っていう形で出してます。で、こちらの、エンジェルアンサーのカードが連絡が来るかどうか。で、こちらの2枚の、フェアリーのタロットオラクルカードで、お相手の方はどういう行動をしようと思っているのか。で、こちらの2枚があなたへのアドバイスとなっております。で、私の動画の視聴者の方ですね、ほとんどの方、女性の方が多いので、恋愛対象、男性の方っていう風に設定させていただいているので、こちら、男性象徴カードを置かせていただいてます。今ご覧いただいている方が男性の方で、対象の方、お相手の方が女性っていう場合も、この象徴カードをお相手の方と見てください。お相手の方の性別に関わらず、こちらの男性象徴カードがお相手を指すカードとして、はい、設定させていただいておりますので、そちらを何回も言ってる。そちらをご了承ください。はい、すみません。はい。でですね、今回ざっとカードを見させてもらって、このまま待ち続けたら連絡が来るっていうテーマのリーディングですけど、連絡はね、来ます。はい、来ます。連絡は来ますっていうか、なんかそんなに長い間、連絡が来てないとかじゃないんじゃないかなっていう感じがするんですよね。なので、ちょっとこの時点でもうすっごい全然連絡取れてませんとか、もう何年も会ってませんとか、そういう感じの方はもしかしたら別の選択肢を見てもらった方がいいかもしれないです。でもそういう状況の方であっても、ピンとくるようなね、メッセージとか、なんていうのかな。シチュエーションとか、お相手の方のお気持ちに通ずる部分とか、そういうところがあるかと思うので、リーディング聞いてもらってもいいんですけど、ちょっとあまりにも状況かけ離れてるなっていう方は、ちょっと当てはまらない可能性高くなってますので、他の選択肢ご覧いただくことをお勧めします。一応この見た感じだと、長い間、連絡が取れないとか、喧嘩しちゃったとか、お互いちょっとなんかこう、いざこざがあったっていう感じがあんまりしないので、ちょっとそういう、明らかになんかめっちゃ喧嘩しちゃいましたよとか、ひどい別れ方をしましたみたいな人はちょっと当てはまらない可能性が高いかなっていうふうに思いました。もしかするとあなたがそう思ってるだけで、お相手の方そんなことないっていう可能性もあると思うので、聞いていただく分には OK です。はい。当てはまる部分をね、抽出してメッセージ受け取ってみてください。まずですね、お相手の方の表層意識、中層意識、深層意識、過去、現在、未来ってところから見ていきたいと思うんですけど、やっぱこの過去の時点で出てるカードが、表層から、鎌、天、船っていうカードなんですよね。で、さっきも言ったみたいに、この過去の時点っていうのが、おそらくこの連絡が途絶えたタイミングとか、復縁とか疎遠とか、冷却期間とかであれば、そういう、お別れをしたタイミングとかっていうところが出てくると思うんですけど、そのお別れをしたっていう方、連絡が単に途切れたわけじゃなくって、はっきりと、パートナー関係とか恋人関係を解消されてるっていう方でも、
どちらかというと、そのお互い、あなたとお相手の方のこう価値観であるとか気持ちであるとか、他に誰かが好きな人ができたとか、なんかそういうところよりもこうお仕事関係の、トラブルというか、そのお仕事とか、対外的なところとか、そのなんていうのかな、お相手の方のこう人生設計というか、そういう面でこうちょっと計画が狂っちゃったみたいな部分があって、こうお互い距離ができてしまったとか、離れたとか、連絡が途切れたとかっていう感じかなっていうふうに思いますね。その明らかにお別れされてるとか、その離れるタイミングっていうのが確実にありましたっていう方の場合は、そういうお相手の方がそのお仕事をこういうふうに進めていこうっていうふうに思っていたところが、うまくいかなくなっちゃったとか、ここのなんだろうな、今やってるプロジェクト、お仕事のこう軌道が乗ったら、なんか日本語変な気がするけど、お仕事がこううまくいって、こう回り出したら、あなたとのお話とか、あなたとの関係をこう進めていこうっていうふうに思ってたんだけれども、その第一ステップというか、そのお仕事とか、何らかの計画みたいなところがうまくいかなくなったとか、例えばこう転職しようと思ってたんだけれども、その転職先が見つからないとか、今この働いてるところで頑張っていこうって、ここが一段落したらあなたとの関係を深めていこうっていうふうに思ってたんだけど、急に転勤になっちゃったとか、何か他にやりたいことができちゃったとか、新しい目標を設定しなくちゃいけなくなったとか、そういうところが原因な気がしますね。なのでお付き合いされていてお別れされたんであれば、例えばこうなんだろうな、結婚しようとか同棲しようっていう話が出かかっていた、したかったんだけれども、ちょっと急に仕事忙しくなっちゃったとか、急遽遠くに転勤しなくちゃいけなくなって、あなたとの関係をこう詰められなくなってしまったから遠距離になっちゃってお別れしちゃったとか、なんかそういうパターンがあるかなと思います。で、そんなに連絡が途切れてから日程が経ってない方、なんで連絡が来なくなっちゃったのかよくわかんないっていう方の場合は、やっぱお仕事だと思います。そのお仕事がバタバタしてて連絡ができなくなったとか、もしかすると、例えばデートの約束、この庭園っていうカードが、人が集まるってことを表すので、あなたと2人だけじゃないのかもしれないけど、こう参加するとか行動するとか集まるっていう意味があるので、こう2人で集まろうとか遊ぼうとかそういうことを言ってたんだけれども、それが中断しちゃうっていうところがあるので、急なお仕事が入っちゃって、そのデートの約束がごめんねっていう形になっちゃった。それからちょっと連絡が取れないから、あなたからするともう嫌われちゃったのかなとか、その仕事って言ってたけどそれは嘘なのかなとか、なんかそういうパターンな感じがすごくしますね。この、庭園ってこうオープンな開かれた場所っていうところがあるので、そのあなたとのこうプライベートな空間で何かこういざこざがあったとか行き違いがあったっていうよりも、こう公の場というか開かれた場、さっきも言ったみたいにお仕事、会社とか、その人生というか、そういうところでの何らかこう進めていきたいものがちょっと止まっちゃったとか、方向転換をしなくちゃいけなくなったとか、なんかそういうところがあって、あなたとの関係が離れてしまった、もしくは連絡が途絶えてしまったっていう感じかなっていうふうに思うんですよね。で、現在の位置に出てるカードで、このルノルマンカードのこのセンターに位置するカードっていうか、キーカードにはなるんですけども、ここにね、ライダー、騎手のカードが出ていて、これって行動を表すカードなんですよね。で、行動を表すカードがもうセンターに来てるので、冒頭でも言った通り、連絡は来ると思います。連絡来るというか、お相手が行動を起こすの、どっちかっていうとこれ会いに行く感が強いカードではあるんですけど、そのお仕事で何らかトラブルがあったとか、何かこうもう一つあなたとの関係を進めていく前に片付けないといけない問題が発生したっていう感じもするから、その、お仕事に対してのこうアプローチをこう早くお仕事片付けてあなたのところに動きたいっていう感じもあるかなっていうふうに思います。ただし、こう表層意識の部分でこう安定とか動かないっていうことを表す怒りのカードが出てるので、やっぱりちょっと動きづらい状況はあるんだと思うんですよね。だけれども、お相手の方のこう気持ちというか意思みたいな部分では、あなたのもとに行動していきたい、動いていきたい。で、この深層意識の部分では運命を表す十字架のカードも出てるので、やっぱりこう自分が今から起こすアクションであるとか行動、っていう連絡とかですね、そういうところがそのあなたとこのお相手の方の関係においてとても重要な意味をなす行動だってことは、
深層意識ではあるんですけども、ある程度自覚がある。だからこそ動かなくちゃいけないし、自分で運命をつかみ取っていくために、行動していきたいっていうところもあるかなと思いますね。で、この運命を表す、十字架の横に、女性象徴カード、これはあなたを表すカードとして出させてもらってますので、女性象徴カード出てますので、やっぱりあなたは運命の人だとか、女性象徴カードの上に、理想とか目標とか希望を表す星のカードも出てるので、なんだろうな、あなたが自分にとっての目標だとか希望だとか理想だとか、そういうところはもう確実なのかなっていうふうに思いますね。ただしその上に、不安とか、そうですね、ちょっと憂鬱な気持ちみたいなものを指す、雲が出ているので、やっぱりこのお仕事とかトラブルとか何かを解決させていかないと、あなたの元には行きづらいっていうのがまず表層意識に出てるので、まずあなたのことをおろそかにしてるという意味じゃなくて、まずこの人にとって解決しないといけない問題っていうのは、まずこのお仕事、何らかのトラブルだと思うんですよね。で、ここがちょっと状況を変えるのが難しいというか、なかなか、はい、明日からあなたのところに行きますっていうふうに言えないような状況があったり、うまくいくかなみたいな不安があったり、あとは、プラスして言うんであれば、ちょっと間が空いてしまってるとか、あなたとの距離感が空いてしまってる。連絡が途絶えた期間があるとか、お別れしてしまってるとか、そういうところがあるから、あなたに対するお気持ちであるとか、あなたに対して運命を感じているからこそ、行動を起こしていきたい気持ちっていうところはあるんだけれども、それがあなたに受け入れられるのかなっていう不安も、お相手の方の中にはあるのかなっていうふうに思いますね。ただし、やっぱりどっちかっていうと、今回ね、この9枚のカードでもポジティブな意味を表すカード結構出てるんですよね。怒りも悪い意味ではないんですけど、地盤を固めていくとか、ただ今回あなたに対して動くかどうかってところで見ると、なかなかちょっと動きづらい部分っていうところも、本人の自覚する気持ちであるとか状況として、やっぱりちょっとここ片付けとかんとあなたのところには行きづらいよなとか、例えば中途半端に連絡して、まだ終わってなかったってなったら、また思わせぶり、意図せず思わせぶりみたいになっちゃうのが、この人はちょっと嫌って思ってるのかなっていう感じはします。ただしキーカードに動きを表す、騎手ライダーのカード出てますので、お相手の方からの行動っていうところは期待していいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。そして連絡来るかどうかっていうところ、こちら、イエスのはっきり出るエンジェルアンサーのカードで出してます。で、こちら、パーフェクトタイミングっていうのが出てますので、その時が来たら完璧なタイミングでお相手の方は連絡してくる。やっぱりここも、こちらで言った通り、何らかのトラブル、おそらくお仕事の、お仕事が忙しい。繁忙期が例えば何月に終わるだろうと思ってたのが、それが長引いちゃってるとか、今、ちょっとね、いろいろ社会情勢とか、なんか値上がりとか、ちょっとコロナも流行り、もう一回ちょっと感染者数ちょっと増え気味の傾向とか、そういうところがあったりもするので、周りの状況、このお客様じゃないお相手の方の、周りの状況、世の中の状況ですねっていうところから、今じゃない、今動けない、とかね、そういうことが、あるのかなっていうふうにお仕事がちょっと忙しくなってきちゃったとか、ちょっと感染者が増えてるから今すぐに動けない状況になってるとか、そういうところもあるんじゃないかなっていうふうに思うので、そういう意味でもここの問題点とかトラブルとか、あなたとの関係が途切れただとか、あなたとの連絡が途絶えてしまったタイミングに起きたこの事件というか事故というかアクシデント的なものがきちんと解決されたパーフェクトなタイミング、完璧なタイミングになったら連絡をしようっていうふうには思ってるし、そのお相手の方の状況っていうところが整ったら連絡が来ると、思いますね。もうそろそろこれやってくるんじゃないかなとは思いますけど、完璧なタイミングですって言い切る意味もあるので、もうそろそろですよっていうふうに思ってもらっていいのかなっていうふうに思いますね。はい。ではお相手の方どういう行動をするかっていうところをこちらの2枚のカードで出してます。キングオブスプリングとプリンセスオブサマーのカードが出ていて、これはね、すごく熱く、男性的な行動、エネルギッシュな感じっていうのを表すんですけど、プリンセスオブサマーっていうのはどっちかっていうとロマンチックな感じ、夢見心地な甘い感じっていうのを出してきているので、やっぱりすごくこのお相手の方ってあなたに向かって行動していきたい、動いていきたい、自分の愛情とか、パワーとか、
自分の凄さっていうか、仕事頑張ったでしょみたいなところも含めてですね、そういうところをアピールしていきたい気持ちと、ロマンチックな甘い時間を2人で過ごしていきたい気持ちっていうところが2つあって、男性であってもお相手の方がね、男性であっても女性であっても、すごいギャップがあってすごく魅力的だなっていうふうに思うんですけど、その両方をあなたにアピールしていきたい。で、どっちかっていうと、このキングオブスプリングって、さっきも言ったみたいに行動的なエネルギッシュなカードなので、もうこれが出た時、会いに来るのかなと思ったんですよね。連絡が来るっていうよりも会いに来る。動いてくるっていう感じなのかなっていうふうに思ったんですけど、これプリンセスオブサマーっていうのはラブレターっていう意味もあるんで、ラブレターを送りたいって思ってるっていうところもあるかなと思います。でももちろん会いたいしね。で、ただし、やっぱりさっきも言ったみたいに、これお仕事も表したりするので、このお仕事的なところでの、なんていうのかな。まずそこを積極的に片付ける、自分の力を使って解決していくっていう行動をする予定っていうところと、あなたに対してはお手紙、今で言うと、LINE とかメールとかメッセージ的なものですね。電話よりはテキストっていう感じがするので、そういうところで甘い言葉をささやいてくる、感じ、そういうイメージ、ロマンチックなイメージっていうところはあるかなっていうふうに思います。で、メッセージが来るからって言って合わないのかって言ったら、やっぱこの行動力を表すカードも出てるので、実際甘い言葉というか、素敵なメッセージっていうところも来ると思うし、これをしつつ、デートの約束とか、実際に対面するっていうところも、アクションとしては起こしてくるんじゃないかなとは思います。で、そのアクションを起こして実際に会った時も、やっぱりロマンチックな雰囲気とか、空気とか、そういうところを出していってくれるかなとは思うんですけど、あなたが多分今まで会えなかったとか、連絡が途絶えちゃったとか、ここもそのデートがなくなっちゃった感じとかすごくするので、その約束を破ってしまったとか、約束が守れなかったことに対する謝罪とともに、あなたを不安にさせてしまったことに対する謝罪と、あなたのその不安な気持ちを拭い去るためにどうしたら寄り添えるのかとか、寄り添いたいとか、そういう気持ちがあるかなと思いますね。なので、この人と実際に会った時にね、ギュッと抱きしめてくれて、あなたの不安を解消してくれるとか、あなたが寂しかったよとか悲しかったよっていうようなことをね、お相手にお伝えしたら、そうかごめんねって、もうそんな不安な気持ちにはさせないよっていうような寄り添ってくれるような言葉っていうのをすごく向けてくれる。向けたいっていうふうに思ってるし、そういう行動をしたいするっていうふうに思ってるかなと思いました。なのでね、結構多分そんなこじれた感じっていうのは全然しないので、本当お相手の方の気持ちが離れたとかっていうよりかは、どうにもならない世の中とか会社とかお仕事とか、そういうお相手の方の気持ち以外の要因かなっていうふうに思いますね。では最後にあなたへのアドバイスをこちらの2枚のカードからもらっていきたいと思います。Be Yourself っていうカードと孤独っていうカードが出てますね。Be Yourself っていうのは、あなたらしくいましょうっていうことをね、言われていて、で、あなたが本当はこうしたいとか、こうありたいとか、そういうふうに思っていることを、まずその気持ちを素直に認めましょうっていうね、カードなんですよね。で、これもしかしたらなんですけど、そのお相手の方から例えば、さっきも言ったみたいに、デート約束してたのに、ごめん、急に仕事で行けなくなったって言われてから、連絡途絶えちゃって、もう、振られちゃったのかなとか、嫌われちゃったのかなとか、仕事は口実なのかなとか、そういうふうに思ってる人ももしかしたらいるのかなっていうふうに思うんですけど、そういう方の場合って、本当はこのお相手の方とまた会いたいとか、連絡したいとか、そのお相手の方を好きな気持ちとかっていうところは自分の中にあるはずなのに、例えばお相手の方からデートを断られたというか、ごめんねって行けなくなっちゃったとか、お仕事今忙しいからちょっと連絡できなくなっちゃったとか、そういうこと言われた時点で、私はあの人のことを別に好きじゃないしみたいな、好きって思ってたかもしれんけど別にそんな私興味ないしみたいな感じで自分の気持ちを打ち消す、誰しも振られたり傷つくことは怖いことだから、自分の本当の気持ちを認めたくないような気分になることって誰しもあるし、ましてやね、ちょっと連絡が途絶えていて、いけると思ってた自分が恥ずかしいみたいな気持ちもね、生まれてきたりすることって、あるかなっていうふうに思うんですけど、なんだろうな。
それはこれを相手の人に言うかどうかとか誰かに言うかどうかはまた別にして、あなた自身の中でちゃんとこのお相手の方を好きだっていう気持ちとか、お相手に会いたいって自分が思ってるっていうこととか、お相手から連絡が来なくて寂しいなっていうふうに思ってるっていう気持ちをちゃんと自分の中で肯定すること。やっぱり会いたいって思うし、連絡欲しいなっていうふうに思うし、嫌われたのかもって心配になるし、連絡が来ないってことは何かあったのかな、事故でもあったかなとか、今忙しいのかなとか、いろいろ相手のことが心配になっちゃうっていうのも、やっぱり理由としては相手のことが好きだからだと思うんですよね。で、その心配になったりする相手のことを思う気持ちっていうところを、いろいろ理由をつけてね、否定しない。で、大丈夫かな、なんで連絡来ないのかなって思って、やっぱり私はあの人のこと好きなんだなっていうふうに思ってもらって大丈夫です。そのあなたの気持ちっていうのはきっとこのお相手の方分かってくれてるし、だからこそ一刻も早くね、このなんかトラブル的なことを、解決したいし、もしかしたらこの運命を表す十字架のカード出てるので、復縁希望の方であっても、友達以上恋人未満お付き合い前みたいな感じの方であったとしても、もしかするとお付き合いのほんと一歩手前、告白しようとしたとか復縁しようとしてた時にちょっとタイミング悪くお仕事忙しくなっちゃって連絡途絶えちゃったみたいな。そういう方が多いのかもしれないですよね。で、そういう方だったらもうこのお相手の方は一刻も早くあなたの元に行動をして、この運命を動かしていきたいっていうところが、深層心理の奥深いところに入ってはいるので、そこを信じてあなたも待っていってほしいなっていうふうに思いますし、この孤独っていうカードも、今孤独を感じてるってことは、この孤独一人の時間っていうところはもうすぐ終わりますよっていうカードでもあるんですよね。で、だからこそ今一人の間にやらないといけないことをやった方がいいし、二人一緒にいる時にできることはやった方がいいし、みたいな意味があるんですけど、この一人の時にできることって、別にその家のこととか、お仕事とか、趣味とか、家事とか、そういうところでもいいんですけど、一人の時、お相手と会えない時だからこそ、ほら、会えない時間が愛育てるみたいな歌詞ありますよね。だからこの会えない時間に、やっぱりお相手の方に対する気持ちとか愛情とか、今度会ったらこんなことしてあげたいなとか、こんな言葉かけてあげたいなとか、こういうこと言ったら喜んでくれるかなとか、こういう、プレゼントを用意したら、相手の方の心に響くかなとか、前会った時にこんなことを言ってたから、例えば肉じゃがが好きって言ってたから肉じゃが作ってあげようかなとか、そこのレストラン行きたいって言ってたから、あそこのレストランデートが決まったらね、予約してあげようかなとか、そういうことをね、考える。相手への気持ちを醸成させるための時間としてしっかり使っていってほしい。そしてこの一人の時間が終わって二人の時間になった時に、ここで育んだ気持ちであるとか計画っていうものを実際に会った時に実行に移す。そういうための有意義な時間。もう相手から連絡が来なくて、もう私ダメなんだとか、嫌われちゃったんだとか、もう人生どん底だみたいな風に思おうと思えばいくらでも思えるんですけど、そんな風に思わずに、自分の気持ち、相手への気持ちっていうところをしっかり自覚して、その気持ちを大いに育てていくこと。そういう時間にね、してたら多分ワクワクした気持ちでね、お相手のことを待てるんじゃないかなっていうふうに思います。で、お相手の方はお仕事片付けて、パワフルに行動してくれるし、ロマンチックなことする気満々ってちょっと変だけど、ロマンチックな愛の言葉をね、あなたに伝えたい、可愛いねとか、伝えたかったよとか、大好きだったよみたいな、大好きだったよ大好きだよみたいなことをね、言う気満々でいますので、あなたもその分この一人の時間に、次会ったら何しようかなっていう風にワクワクドキドキ、連絡来たらなんて返してあげようかなとか、そういうことを考える楽しい時間にね、してもらうと、いいのかなっていう風に、思いました。はい。以上で一番初めの選択肢、創造心、紙結びを選んだ方のこのまま待ち続けたら連絡は来るについてリーディングいたしました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。はい。それでは2番目の選択肢、ニニギとの出会いを選んだ方のこのまま待ち続けたら連絡来るについてリーディングしていきたいと思います。今回はルノルマンカードを使ってお相手の方のお気持ち、表層意識、中層意識、深層意識、そして連絡来るのかどうか、お相手の方がどういう行動をするのかと、あなたへのアドバイスまでね、出していきたいと思います。ではカードシャッフルから始めます。
カード出揃いましたのでオープンしていきます。はい、カード並べ終わりましたので、2番目の選択肢、ニニギとの出会いを選んだ方のこのまま待ち続けたら連絡来るについてリーディングしていきたいと思います。今回はお相手の方のお気持ちをルノルマンカードで、表層意識、中層意識、深層意識、過去、現在、未来っていう形で出してます。で、こちらの、エンジェルアンサーのカードが、お相手から連絡が来るかどうか。で、こちらの2枚のオラクルカードでお相手がどういう行動をするのか。そしてこちらの2枚があなたへのアドバイスとなっております。で、私の動画の視聴者の方ですね、ほとんどの方が女性なので、お相手の方を、男性とさせていただいて、男性象徴カードでお相手の方を示しています。ご覧いただいている方が、男性の方であったり、恋愛対象の方、お相手の方というのが、男性であっても女性であっても、こちらの男性象徴カードをお相手の方としてリーディングしていきますので、ご了承くださいませ。はい。で、今回ですね、カードざっと見て、ちょっと人によっては厳しめの内容と捉えられる可能性があるのと、あとは、ちょっと限定的なシチュエーションになってしまいそうな感じがするので、ちょっと聞いてもらって、シチュエーション全然当てはまらないなっていう方は別の選択肢見ていただいてもいいかなと思います。で、シチュエーション当てはまらなくても、全体リーディングなので、自分に当てはまるなと思うメッセージだけ受け取っていただくのでも構いません。で、厳しめのメッセージちょっときついなっていう方であったり、ちょっと厳しめのメッセージだとね、今ちょっと心が耐えられそうにないなっていう方は、ご視聴お控えいただいて別の選択肢見ていただくか、今回の動画はご縁がなかったっていうことで、別のまた動画ね、お楽しみいただければと思いますので、ご了承ください。はい、厳しめのメッセージであってもね、前向きに受け取れるよっていう方のみ、はい、このままご視聴続けていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ではですね、リーディング入っていきたいと思うんですけれども、まず、お相手の方の気持ちや状況っていうところで、過去、現在、未来、表層、中層、深層で出してます。で、この過去の時点が、その、お二人が、復縁希望の方とかであれば、お別れされた時点であるとか、音信不通、連絡が途絶えちゃったとか、そういう何らかのタイミング、過去の時点っていうのを指してると思って見てもらったらいいかなっていうふうに思うんですけど、この過去の時点のカードで、怒りとゆりっていうのが出ていて、ですね、ゆりが長い時間とかを表すし、怒りっていうのも結構動かない、安定している。ポジティブなカードではあるんですけど、安定している、動かないってことを表すカードだったりするので、割と長い間、音信不通の期間があるとか、お別れしてから長い期間が経ってるとか、冷却期間をもう割としっかり設けてる方っていう印象を受けました。で、ちょっとお仕事とか公的な期間っていうところを表す、等のカードも出てるので、もしかするとあなたとお相手の方っていうのは職場が同じとか、お仕事上の取引がある、取引先の方とか、学校とか、何らかの施設で一緒に働いてる人とか、そこにいる人、先生と生徒とか、そういうこともあり得るのかなっていうふうに思います。で、あとは、ちょっと秘密を表す本と、ユリのカードが出てたり、ちょっと法律関係とかを表す、鳥と、等の組み合わせだったりで出てるので、もしかすると人によっては、お相手の方にご家族がいるとか、あなたにはご家族、パートナーがいるとか、そういう、ちょっとなかなか公にはしづらい関係性の方で、復縁希望とか、疎遠になっちゃったとか、そういうケースの方も多いのかなっていうね、印象を、受けました。で、
お別れを、お付き合いしててお別れした人もいれば、お付き合いはされてないけどっていう方もいるだろうし、お付き合いは継続してるんだけれども、連絡が途絶えちゃったっていう方も、いろいろなケースあると思うんですけど、割と、うまくいかないな、お別れしたとか、そういう、時点から、時間は経ってるかなっていうふうに思っていて、ただ、なんていうのかな、お仕事、職場が一緒とか、もうお仕事でつながりがあるとかだから、もしかすると、プライベートな連絡とかやり取りはしてないんだけれども、職場で、顔を合わすことがあるとか、お仕事上のやり取りっていうのは、普通にしてます。全く一言一句交わしてませんっていう感じでは、ないのかなっていう感じも、しますね。顔は見てるとか、話はして、挨拶とか、業務上のやり取り自体はしてるっていう感じが、するのかなっていうふうに、思いますね。で、お相手の方の、お気持ちっていうかっていうと変だけど、そうだな、やっぱりさっきも言ったみたいに、シチュエーション的に、お相手の方にご家族がいるとか、あなたにご家庭があるとか、そういうケースの方が多いのかなっていうふうに思っていて、なので、連絡が途絶えた理由とか、動けないっていうところは、まさにそこなのかなっていう感じがします。で、もし、家族とか、不倫とか、そういうのじゃないですって方の場合も、仕事上の立場があって、なかなかお互い動けないとか、さっきも言ったみたいに、学校が一緒、学生さんと生徒さんじゃないや、先生と生徒とか、立場上、上司と部下とか、あとは別に先生と生徒じゃなくても、年がすごく離れてる。お相手の方がすごく年上で、あなたがとても若い。またはその逆とか。そういう感じで、結構公にするのが難しい間柄だったので、そういうところがネックになって動けなかったから、動けない状態っていうところはあるかなっていうふうに思いますね。で、動けない期間とかお別れした期間っていうところが割と長いのかなと思いますね。表面的なやり取りはしてそうな気はしますけどね。はい。では現在っていうところなんですけど、クローバー鳥、なんだっけ、本のカードが出てまして、で、連絡来るかどうかってところは、後でエンジェルアンサーでもお伝えはするんですけど、こちらでも、キーカードがこの鳥のカードにはなってるので、連絡自体はね、来るんじゃないかなとは思うんですよね。で、連絡も、メールとか、直接会ってはあったり、業務上の連絡とかしてそうなんですけど、メールとか LINE とかで連絡来るっていうよりも、どっちかっていうと電話で、突然連絡が来るっていう感じがするかなと思います。業務上の連絡を普段してますよっていう方であっても、プライベートな連絡が突然電話で来るっていう感じかなをイメージしてもらえばいいかなと思います。クローバーのカードが出てるので、お相手の方としては良かれと思ってとか、あなたに連絡するチャンスができた。なんていうのかな。対外的にちょっと公にしづらい関係であるとか、なんだっけ。パートナーがいるとか家族がいるとか、ちょっとコソコソしないといけない感じっていうところがあるので、人の目を気にしなくてもいいタイミング、ご家族がいるとかだったら、家族がちょっと、実家に帰りますとか、旦那さん、奥さんが出張に来ますとか、そういうちょっと間ができたタイミングで、突然連絡する。ちょっとなんていうのかな。わずかなチャンスをものにするために、即効性というか、すぐ即断即決ができる電話っていうところで連絡してきて、今日会えるとか、明日会えるとか、そういう相談をするっていう感じが、すごくするなっていうふうには思いますね。なんだか周りの人にはバレちゃいけないというか、隠しとかないといけない感じがすごくするので、そのチャンスをものにするための連絡。それがお二人がどういう立場であってもですね。で、やっぱりこの深層心理っていうところの、真ん中の一番下にも、秘密を表す本っていうカードが出てるので、やっぱり、この連絡をするとしても、あなたとのことを公にするとか、過去の問題、ご家族がいるとか、パートナーがいるとか、社会的に、ちょっと、周りの目が気になるような、お二人の立場上の関係とか、そういうところの問題を解決してとか解決するために連絡をするっていうよりかは、なんていうのかな、秘密は維持したまま、連絡をしたい。自分のタイミングで
タイミングが合いそうなので連絡をしたい、するっていうような感じが、現在の位置に出てるのかなっていうふうに思います。で、今後、未来っていうところなんですが、その女性象徴カード出てますので、今回この動画ではご覧いただいているあなたっていうところにはなるんですけど、やっぱりこのあなたっていうカードが出てるから、あなたのことを何とも思ってないとか、気にしないとか、どうでもいいっていうことはないと思うし、これ未来の位置に出てますので、今後もあなたのことは気にかける気持ちっていうところはあると思うんですけれども、やっぱり秘密とか、不安とか憂鬱な気持ちとか、そういうところを表すところあるし、この十字架ってカードも結構重みのあることとか運命的なこと、結構重荷とかそういう意味合いがあるカードにはなってるので、やっぱりこの年の差であるとか環境であるとか立場であるとか、そのご家族がいるとか、そういう対外的に公にしにくい関係性っていうところは割と負荷がある、お相手の方はそれを負担に思ってしまうっていう感じはあるかなっていうふうに思いますね。あなたのことは嫌いじゃないし、連絡も取りたい気持ちは未来の位置にあるので、取りたい気持ちはあるんだけれども、じゃああなたの立場とか自分の立場とか何かをクリアにするっていうことはやっぱりちょっと荷が重いので、なんていうのかな、チャンスがあればとか機会があればとか、ちょっとどっちかっていうと、ちょっと厳しいかもしれないんですけど、お相手都合で連絡をしたいとかするとかっていう感じかなっていうふうには思いますね。ちょっとこの雲っていうのも悩み事とかそういうことを表す感じにもなるし、なんだっけ、鳥と雲の組み合わせだとちょっとなんかね、意思の疎通がうまくいかないみたいなところもあるんですよね。なので例えばお相手の方はその立場とか家庭とか家族とかパートナーとかそういうところがある、気にしないといけないものがあるからこそっていうか、ちょっとこそあなたとコミュニケーション取りたいんだけれども、あなた自身はこのお相手との関係をもっとポジティブにしていきたいとか、公にしていきたいとか、はっきりさせたいとか、そういうところがおそらくあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、そうするとこの方からの連絡とか、この方が例えば会いたいとかデートしたいとか、そういうお相手の方の気持ちというか、お相手の方の欲というか、そういう部分では連絡はしてくるんだけれども、あなた自身のじゃあこの先どうするのとか、どうなるのとか、私たちの関係って公になるのとか、このままでいるつもりなのとか、そういうところに関する会話は噛み合わない。だからあなたからするとはっきりしてよって思うし、お相手からするとめんどくさいなって思っちゃうし、なんで意思の疎通がうまくいかないで、あなたの思いとか願いを叶えてあげようとすることはお相手の方にとってはちょっと荷が重いとか、なんかそういう感じっていうのはあるかなっていうふうには思いますね。でも連絡自体はその隙間を縫ってというか、タイミングが合えば、お相手のタイミングだと思いますけど、そこでしていきたいし、する予定というか、っていう感じはすごく感じるかなっていうふうに思いますね。ちょっと厳しいかな。はい。では、連絡来るかどうかってところをはっきりね、イエスの出てます。エンジェルアンサー、いつの出てます？イエスのはっきり出してくれるエンジェルアンサーの方で連絡来るかどうかってところを出してます。一応こちらのルールマンカードでも連絡、特に電話が来そうかなってことはお伝えしたんですが、連絡来るかどうかこちらでも出してます。で、一応アンライクリーっていうカードが出てまして、アンライクリーなんですよねとか言って、多分違いますっていう意味にはなるんですけど、多分違いますっていうのは、その連絡来るかどうか、来ますか？多分違いますって言ったらなんか会話成り立ってないんですけど、その連絡自体はさっきも言った通り多分来ると思うんですよ。だけれども、それがあなたの望むような連絡なのかっていうと多分違いますっていう意味かなっていうふうに思っていて、さっきのこのルルルマンカードのところでもお伝えした通り、多分あなたがこのお相手の方に望む恋愛のスタンス、関係のスタンスと、お相手の方があなたに望む恋愛のスタンス、関係のスタンスがやっぱりちょっとずれているからこそ今疎遠だとかお別れしてるとか、音信不通であるとか、劣化期間だとか、
そういうところを設けてるのかなっていう感じがするし、もしかするとちょっと一部ね都合のいい関係っていうような形で関係性があった方とかだと、お相手の方は今全然連絡してくれない状況で、今後連絡来るのかなみたいな感じで、今あなたがねこの動画たどり着いてくださった可能性もあるかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりこのお相手の方のタイミングありきでの連絡っていうのが、果たしてあなたにとって望ましいものなのかどうかっていうと、それは多分違いますっていう感じなのかなっていうふうに思います。なので、イエスの連絡来ますかどうですかっていうと、連絡来る可能性が高いと思いますけど、それがあなたにとって嬉しいっていうか、連絡自体が嬉しいから嬉しいってなるかもしれないけど、そもそも論で考えた時にあなたにとってメリットがあるかとか、あなたにとってポジティブな結果をもたらすものなのかっていうところだと、ちょっと多分違います。アンライクリー。でも多分違います。だから、もしかするとあなたの行動次第とか、あなたの心持ち次第では、より良い方向に持っていくこともできるのかなっていうふうには、思いますけど、ちょっと時間かかりそうかなっていうところも、感じますね。はい。では、お相手の方はどういう行動をするのかなんですけど、プリンス・オブ・スプリングとプリンセス・オブ・スプリング、2つともスプリングのカードで、王子と、プリンセス、はい、のカードになってます。なので、やっぱり、結構これ、早いんですよね。早い、動きがある、すごい早いっていう感じがするので、やっぱり、急にっていう感じがすごくするかなと思います。なのでやっぱりさっきも言ったみたいに、このお相手の方のタイミングとか環境とか、ちょっと今こそっとできるタイミングができたみたいな感じでパッと連絡する感じで、やっぱりこのお相手の方とあなたの間にはやっぱり立場だとか関係性だとかで多少解決しないといけない問題っていうのは絶対にあると思うんですよね。で、それが解決しないからこそ秘密にしないといけないとか、こそこそしないといけないとか、公にできないとか、そういうものがまず根底の中、バックボーンとしてあるんですけど、そこをねやっぱりあなたとしては、あなたがね秘密なことをめっちゃ見てるんですよね。で、その秘密なことを問題だっていうふうに捉えてるんだけれども、お相手の方は今回のこの行動、あなたに連絡をするとか会いに来るとか、そういうところに関しては、じゃあそもそも私たちのことどう考えてんのみたいなところは、いいじゃん、でも今時間できたんだから会えるからさ、みたいな。会おうよとか。今ちょっと時間あるから電話していいとか。ちょっと話せるとか。そういうね、感じがすごくするんですよね。なので、あなたもそのノリで、この秘密のノリで全然いいんですよって感じだったら、もうノリだけパッと合わせてパッと会って楽しい時間を過ごすってことは全然可能だとは思うんだけど、あなたがこのお相手の方の関係を慎重に考えていたり、長いお付き合いをしていきたいとか、この公にしにくい立場とか、そういうものをクリアにしていきたいっていう気持ちがあると、ちょっとこの人のフットワーク軽い感じとか、楽観的な感じとか、いいじゃんみたいな感じがちょっとイラってするかもしれないかなっていうふうには思いますね。なのでどういう行動をするかっていうと、やっぱりさっきも言ったみたいに電話で、あなたの都合とかタイミングっていうよりかは、お相手の方の都合やタイミングで会おうとか、遊ぼうとか、そういう感じの連絡かなと思います。割とダイレクトにどうするとか、会わない、ご飯食べ行くとか、そういう感じの端的な感じの連絡で、ちょっとの間でも今日明日とか時間あるから会える、どうする、行くの行かないのみたいな感じのことかなと思います。別に会ってもいいけど、あなたはもっとじっくり話したいんだけどみたいな風に言ったら、ちょっとそんな時間はないよっていう感じがすごくするかなっていう風には思いますね。なので、あなた自身がそういうことをあんまり気にせずに遊ぼうとか会おうとか、ちょっとでも会えるだけで嬉しいとか、そういう感じであれば、そこだけ楽しむ分には多分楽しく時間は過ごせるし、ギュッと濃密な時間っていうか、わっと燃え上がって、
パッと解散みたいな感じ、さっぱりした感じのこう行動っていうか、そういう感じから、もしあなたに連絡して、あなたがごめん都合悪いって言ったら、あ、そうなんだ、分かった。じゃあまたね、みたいな感じで、サクッとしてる、さらっとしてる。そういうアプローチだし、そういう行動で即決即断を求めるような感じ、スピード感っていうところをすごく、感じるかなっていうふうに思いますね。なので急に電話かかってきて、いついつ会えるとか。で、あ、そうなんだって、結構短い、ショートな連絡っていうところが来るかなっていうふうに思いますね。はい。では、最後にあなたへのアドバイスですね。はい、こちら、Be Yourself っていうカードと、山っていうカードが出ていますね。そうですね。なので、やっぱりあなたはありのままで言ってくださいっていうことは、Be Yourself っていうカードなんですけど、やっぱりここでね、アンライクリーのカードも出てるので、本当にこのお相手の方からの連絡っていうのをあなたが求めているものなのかどうかっていうところは、まずあなた自身ね、しっかりと考えていかないといけないかなっていうふうに思います。さっきも言った通り、このお相手の方のとあなたのこう立場上とか、いろいろな人間関係っていうところで、なかなかこう公にできないとか、はっきりできないとか、そういう関係性とか、そういう状況、環境っていうところに、あなた自身が満足してるんだったら全然問題ないし、このお相手の方からおそらく連絡来ると思いますので、そこでね、お相手の方と合わせて、ちょっと短い、けれども、楽しい時間、一瞬でも会えればいいって思うんだったら、全然大丈夫なんだと思うんですけど、おそらくこのカードの出方からすると、それだけを望んでるわけじゃない、っていう感じが、すごくするので、やっぱりまずあなたが、そうだな、何を求めてるのかっていうところを素直に認めた上で、あなたの希望っていうのを求めているあなたでいる、ありのままでいるっていうことを大切にしてほしいかなっていうふうに思いますね。だからお相手の方と会うっていうことを優先するがために、あなたは本当はこのお相手との関係を根本から見直していきたいとか、根本的なお二人の間にある問題っていう問題とか、課題とかを解決していきたいっていうふうに思ってるのに、お相手の方と連絡を取りたいとか、お相手の方と会いたいっていうところを優先するがために、本来のあなたの希望、目標、目的であるこう根本的にお相手との関係性を見直していきたいとか、話し合いたいとか、そういうところをこう我慢するっていうことはないようにやっぱりしてほしいなっていうところが、まず Be Yourself っていうカードから出てるのかなっていうふうに思いますね。お相手の方がこうどう思うかっていうところを心配しないこととか、あとはこのお二人の関係性っていうのがこう秘密にしないといけないとか、公にできないとか、そういう公にしにくいとか、そういうところがね、もしかしたらあるのかもしれないんだけれども、それによって周りの人がどう思うかっていうところはあまり気にしすぎないっていうか、その周りの人から何か思われるから2人の恋愛ができないとかっていうふうに思うことは、やめた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。それをね、お相手の方に打ち明ける。それが対お相手さん、お相手の方が、例えば家庭がある方とか、立場がある方で、自分とのことを、ちょっとはっきりしてほしいっていうことを相手に求めること。そういうことをしたら、お相手の方に嫌われるんじゃないかとか、迷惑に思われるんじゃないかとか、そういうことはもう気にしなくてもいいし、そういう、あなたにそういう例を求める気持ちがあるんだったら、それははっきりお相手の方に伝えていく。ありのままの自分でいる。いや、あなたとずっと一緒にいたいと思ってるんだよってことを伝える上で、でもこのはっきりしない関係は嫌だよとかね、そういうことをちゃんと意思を伝えていくっていうことがとても大切かなっていうふうに思うし、逆にね、別に誰かがいるとかで何か解決しないといけないことがあるんじゃなくて、例えば年齢差があるとかね、職場でちょっと2人が恋愛関係になっちゃうと、周りの人がお仕事やりづらいかなみたいなことが問題としてあるお二人なのであれば、そこはそんなに気にしなくてもいいのかなっていうふうに思うし、あなたは気にしないよっていうスタンスをお相手の方に伝えていくとか、そういうことも大切かなっていうふうに思いますね。あとこの山っていうカードも、この問題点に対してどうしようってこう集中して考えるよりかは、俯瞰に物事を捉えましょうってことも言われているので、まずこうお二人にとって解決しないといけない問題は何なのかっていうところもだし、本当にこのお相手でいいのかってところも含めてね、今目の前でこのお相手の方が問題というか、連絡をくれない、お相手の方が連絡をくれないみたいなことが問題になってるから、今あなたは
待ってたらいいのかなとか、私嫌われちゃったのかなとか、何したらいいのかなとか、自分の意思はね、押し殺してお相手の方に合わせないといけないのかなとか、合わせなきゃとか、そういうふうに思ってるかもしれないけど、そもそも論として、あなたのパートナーとしてこの人はふさわしいのかってところをまずもう山のてっぺんから俯瞰で見てみる。で、そんなに気にしなくてもいいやとか、別にこの人に固執する必要ないやっていうふうに思えた時に、身軽な形でお相手の方にありのままで接することができたら、お相手の方の立場じゃないや、お相手の方の振る舞いっていうのも変わってくるかもしれないですしね。逆に、お相手じゃなくてもいいやって思って別のいい何かが見つかる、いいお相手が見つかるっていうケースもあるかもしれないですし、あまりにも問題、このお相手の方に一点集中、どうしようってなるっていうことよりも、まず全体的に自分の恋愛観を見直してみるとか、自分の人生観を見直してみるとか、そもそもどんな人が好きなんだっけとか、何か自分と向き合う時間、そしてその自分と向き合った上でありのままのあなたでいることっていうことをね、優先していけばね、このお相手の方から連絡が来ようが来まいが、多分来そうなんですけど、どんな連絡が来ようが、あなたという意思とか人格っていうものをぶらさずに、あなたの幸せを最優先で考えるような決断や振る舞いができていくんじゃないのかなと、思いました。以上で、2番目の選択肢、ニニギとの出会いを選んだ方のこのまま待ち続けたら連絡は来るについてリーディングしていきました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。それでは、3番目の選択肢、祝宴を選んだ方のこのまま待ち続けたら連絡は来るについてリーディングしていきたいと思います。今回はルノルマンカードを使ってお相手の方のお気持ちと、連絡来るかどうか、そしてお相手の方はどういう行動をするのか、そしてあなたのアドバイスまでオラクルカードを使って出していきたいと思います。では、カードシャッフルから始めます。カードで揃いましたのでオープンしていきます。カード並べ終わりましたので、3番目の選択肢、祝宴を選んだ方のこのまま待ち続けたら連絡は来るについてリーディングしていきたいと思います。今回はルノルマンカードを使ってこちらお相手のお気持ちや状況ですね。表層意識、中層意識、深層意識、過去、現在、未来で出しております。でこちらのエンジェルアンサーのカードで、連絡が来るかどうかっていうところを出してます。でこちらの2枚のオラクルカードでお相手の方が今後どういう行動をするのかっていうところと、こちらの2枚があなたへのアドバイスと、なっております。で、今回ですね、カードを見てみて、ちょっといろんな読み方できるなっていうふうに思ったんですけど、一番強く入ってきた、一番最初に直感的に入ってきたメッセージが一番強いのかなっていうふうに思いましたので、ちょっとそれで読んでいこうかなっていうふうに思います。なので、ちょっとシチュエーション合わないなとかいう方もちょっといらっしゃるかもしれないので、ちょっと聞いてみて、合わないなって思った方は、自分の当てはまるメッセージとか、心に刺さったというか、これかもっていうふうに思えたようなピンとくるメッセージをね、アドバイスとして、聞いていただくか、別の選択肢見ていただいたり、ちょっとどれもピンとこないなっていう方はまた今回の動画ね、ご縁がなかったっていうことで、また別の機会に動画楽しんでいただければなと、思いますので、お願いいたします。で、今回ですね、このルノルマンカード、こちら、男性象徴カードをこちらに出してるんですけれども、私の動画ですね、ご覧いただいている方、女性の方がほとんどなので、お相手の方の象徴として男性象徴カードを出させていただいてます。今、動画ご覧いただいている方が男性の方で
あったり、恋愛対象の方が男性に限らない場合であっても、こちらをお相手の方とさせてください。はい。ではですね、リーディングしていくんですが、さっきも言ったみたいに、ちょっとね、いろいろ読めるんですよね。だけど、ちょっと一番ね、これだなって思ったやつで読んでいきたいと思いますので、はい、お願いします。はい。てか、これ見てください。見てくださいよっていうか、めっちゃ向かい合ってますけど、お二人が。はい。女性象徴カードあなたね。はい。で、今回ですね、これ連絡来るか来ないかっていうとっていうか、お相手とあなたね、多分この連絡が途絶えたタイミングとか、お別れをしたとか、音信不通、冷却期間、疎遠などなどあると思うんですけど、多分、お付き合いされてた方が多いんじゃないかな。お付き合いされてたか、お付き合いも一歩手前だった。割とも相思相愛な関係だったんだけれども、ちょっと、喧嘩しちゃったパターンの人が多いのかなと思って、喧嘩によって今連絡が来てない、連絡が途絶えてるような状態っていう感じがするかなっていうふうに思います。一応キーカードのところに喧嘩とか論争とか争いみたいなのを表す無知のカードが出てます。で、このお相手の方の過去を表すところに指は、女性象徴カード、そして家が出てるんですよね。で、この女性象徴カードは、見ている方が男性であっても女性であってもこちらあなたですね。で、指輪の隣にハート、愛情を表すハート、指輪と家っていうところもあって、もう結婚を前提にしたようなお付き合いをしてたとか、もうプロポーズ一歩手前、もしくはプロポーズしてたとか、もう結婚するんだろうなっていうのをお互いがなんとなく分かっていたような関係性なのかなっていうふうに思うんですよね。で、どっちかっていうと、この見た感じだと、結婚してご家庭にあなたが入るか、お仕事を続けるかとか、そういうお二人のお付き合いとか結婚とか、そういうタイミング、そういう出来事、においてどういうスタンスで人生設計を決めていくのかみたいなところにちょっとズレみたいなものが生じて喧嘩になっちゃったっていう感じがするんですよね。で、お二人の関係っていうのはもしかしたら同棲してた人とかもいるのかもしれない。同棲してたのに連絡来るってことはどっちかが家出しちゃってるとか、もう同棲するぐらいの関係だったのに結構大きな派手めな喧嘩をしたっていう感じがするんですよね。で、その現在のところに喧嘩を表すような無知のカード出てるんですけど、一応ね、表層意識のところにもハート出てるんですよね。だからやっぱり2人の恋愛関係とか愛情関係とか、そういうところを試すって言ったらおかしいんだけど、そういうところを深く知るための、深くお二人の価値観をぶつけ合うための、恋愛上のね価値観をぶつけ合うための、喧嘩とか言い争いとか意見の食い違いとか、そういうところがあったんだと思うんです。で、お相手の方はそのこと気にしてるっていうか、今連絡が来てない状態、例えば謝ってこないとか、あなたが謝っても連絡返ってこないとか、そういう状態なんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、お相手の方は多分ね、ちょっとね、素直になれない、意地張ってる感じがすごくあります。あなたと話さないといけないとか、コミュニケーションを取らないといけないとか、話し合いたい、話し合わなければいけない、っていうところはあるんだけど、ハートの横にキツネちゃんのカード出てるんで、その自分の気持ち、あなたのことが好きで大切だっていう気持ちをちょっとごまかしてる感じがすごくするんですよね。だからやっぱり素直になれない、そのプライドが高くて謝れないとか、あなたから声かけてもらってでも、いや、あの時は僕も私も悪かったよ、ごめんねっていう一言が言えない。じゃあ冷静にその議題について話し合おうっていうのが山のカード出てるんで、このお相手の方の自覚する気持ちとしては、まだ私怒ってるんだもん、プンみたいな、なんであんなこと言われないとかんのみたいな感じで、お相手の方は怒ってるかもしれないけど、深層心理では、頭を下げることがちょっとお相手の方にとってプライドが高すぎて難しいとかね。自分でプライドが高くって、譲歩できないっていうところがちょっともしかしたら自覚がないかも。しれないなっていうふうには思います。だけど、未来の位置も、キツネちゃんがいるので、引き続き
ちょっとお相手の方が意地張ってるとか、あなたのことを気にしてるし、あなたに連絡をしたい、謝りたい、話し合いたいみたいな気持ちがあるんだけど、素直になれない時間っていうのはちょっと継続するのかなっていうふうに思います。だけどそうじゃいけないよなっていうことと、なんだろうな、お二人の価値観のすり合わせみたいなことをしっかりとしていくために、お相手の方自身が変わらないといけないんだなってことは、この時間の経過とともに、どんどん分かっていくのかなとは思います。結構ね、派手な喧嘩っていうか、激しめの喧嘩っていうか、それは物投げたり殴ったりっていう意味では激しめじゃなくって、それもしちゃった人もいるかもしれないけど、そうですね、結構、どうするのか、なんだろうな、二人の根本的な関係性を、見直す必要があるっていうとちょっと語弊があるか。一番ね、ピンときたのが、やっぱり最初にも言ったみたいに、例えばあなたとこのお相手の方が結婚して、あなたが仕事を辞めて、ご家庭に入るのかとか、その仕事を辞めて家庭に入るまではなくても、お相手の方と結婚して、例えば一緒に住むってなったら、どっちかが仕事辞めなきゃいけないとかね、そのちょっと遠距離とか、ちょっとお仕事を今の環境でするのが難しいとか、どっちかが無理すればできるんだけど、どっちが無理する方になるみたいなこととか、そういう、例じゃない、ライフスタイルを変えてお二人がお付き合いをするとか、お付き合いを続けていく上で、どちらかのライフスタイルを変えていかないといけない。で、そこに対して、一緒にいるための話し合いっていうことをしていかないといけないし、話し合いをした上で、二人の方向性とか、意思決定っていうところをしていかないといけないんだけれども、どっちかが、もしくは両方とも二人ともですね、がちょっと感情的になっちゃって、話し合いが建設的に進められなかった。で、今もお相手の方は意地を張ってて、あなたから例えば連絡を今してる状態であっても、レスがないとか、既読する、未読するとかになっちゃってるとか、そっけない、話し合いできるような感じじゃない、もう別にいい、もういいよ別にとか言われちゃってるとか、そういう感じかなと思います。で、もういいよ別にみたいなのは、本当にもういいよ別にとは思ってなくって、意地張っちゃってる、ごまかしてる自分があなたを必要としてるっていう気持ちを出せずにいる、認められずにいる、ごまかしてる、意地張ってる、何回も言ってる。はい。っていう感じかなっていうふうに思いますね。はい。で、連絡来るかどうかっていうのを、イエスのはっきり出るエンジェルアンサーのカードで出したんですけど、コミュニケートクリアリーっていうのは、はっきりと言ってくださいとか、はっきりコミュニケーションしましょうとか、そういうカードなんですね。はっきりと伝えてくださいっていうカードかな。はい。なんですよね。で、連絡来るかどうかではっきりと伝えてくださいって出てて、これね、連絡はね、ちょっと後半でも話すんですけど、来ないっていうと語弊があるけど、お相手の方は意地張ってるんで、意地張ってるし、甘えてると思います。なんで、連絡はちょっとね、来ないかもしれない。で、はっきりと伝えなさいっていうのはあなたに言ってると思います。だから、ごめんけど、はい、ちょっと申し訳ないんですけど、あなたからもう一回連絡した方がいいかもしれない。でも、連絡しないっていうのは、あなたのことが嫌いになったから連絡しないとか、あなたのことが、あなたに興味がなくなったから連絡しないんじゃなくても、あくまでも、もう、ああいう風に言っちゃった手前、引くに引けないとか、あなたのこと好きなんだけど、好きな気持ちとか、あなたちょっと行かないでとか、帰ってきてっていうのを自分で認められないとか、自分で本当はあるんですよ。深層心理の中とか、表面、そうだな、どうなんだろう。表面上に出てるから、自分でも自覚してんのかな、ごまかしてるって。前向きにごまかしてるかな。好きだけど言えんみたいな感じかな。あなたに対してごめんねっていう態度を素直に取れないっていう自覚はあるのかもしれない。帰ってきてほしいって思ってるんだけど、帰ってきてほしいって言えないみたいな感じかな。結構強気で言っちゃったからなみたいなのもあるかもしれない。だからあなたも、もしかすると一番最後に例えばした連絡が、まだ怒ってるみたいな感じで連絡したんだったら、まだ怒ってるとかじゃなくて、もうあなたもはっきり伝えてくださいなんで、もう一回話し合いしようとか、ちゃんと、二人で会って話したいよとか、この間の話まだ解決してないから、しっかりと二人で、今後どうするか話し合おうとか、はっきり多分、言ってくださいってことだと思いますね。あなたも様子を伺うような連絡をしてるから、向こうも、多分ね、あなたも、
謝ってほしかったり、向こうが譲歩すべきな部分とか、向こうが意地張ってもいいとか言ってるから、話し合いが進まなかったっていう部分があったりとかすると、あなたの方からもう一回話し合いしようって言っても、向こうもういいってもう一回やれるかもしれないから、あなたからは言いづらい。だから向こうがどういう様子なのかを伺うような連絡をもしかしたら最後にしてるのかもしれないですね。なので、そういう連絡を最後にしちゃうと、このお相手の方は、真ん中のキーカードが喧嘩とかを表す、無知のカード出てるんで、お相手の方的にはまだ喧嘩の真っ最中なんで、あなたがどうも落ち着いたみたいな感じで連絡したら落ち着いてないしみたいな感じになって連絡してくれない可能性が、高かったかなっていうふうに思いますね。だからあなたもあなたで、いやもう、そうですね。別れたいと思ってる人は今ちょっといないと思うんで、いやまだちょっと話し合い終わってないからもう一回冷静になって話し合おうよって思ってるよってことをきちんとはっきり伝えていくっていうところがね、ちょっと大切かなっていうふうに思いますね。なので連絡来るかどうかだと多分もう一回あなたから連絡してみましょうってことをね、エンジェルアンサーさんは言ってるかなって思いますね。はい。では、お相手はどういう行動をするかなんですけど、これもですよ。はい。で、クイーンオブオータムとクイーンオブウィンターってカードが出てて、2つとも女性象徴カードなんですよね。で、さっきも言ったみたいに、この動画を見てくださっている方、ほとんどの方が女性なので、女性象徴カードがあなたなんですね。なので、あなたを表すカードが2枚出てるんですよね。なので、やっぱりね、どういう行動をするかっていうか、やっぱりあなたに甘えてる、あなたから行動してきてほしいって思ってるかなっていうふうに思いますね。で、あなたの、クイーンオブオータムって伝統的なタロットカードで言うとペンタクルスのクイーンを表すカードなんですよね。なのでいい意味でですよ、お母さんみたいな全てを受け止めてくれる優しさとか、そういうところをあなたに期待してるんですよね。それは自覚して私のことを受け止めてみたいな風に思ってるかどうかっていうとちょっと、意地張ってるんで、受け止めてくれるだろうって、そこはかとなく思ってる感じ、がある。受け止めてほしい。だからもう一回来てほしいな、みたいな気持ちがちょっとあるかなと思います。あとは、クイーンオブウィンターっていうカードも仕事に打ち込むっていうカードなので、あなたに対してコミュニケーション取れない分、ちょっと気をそらすというか、連絡しなきゃな、返さなきゃな、話し合わなきゃな、本当は話し合いたい。だけど、もうどの面下げてじゃないけど、あなたに対してもう一回連絡するっていうのが自分からできない。だからちょっとこの間はあなたとのことを考えないために、この人、考えるのが苦手。だから多分ちょっと感情的な言い合いというか、になっちゃったのかなっていうふうに思うから、ちょっと仕事に逃避してるっていうか、打ち込もうとか、もう、自分は、一人、あなたはいないものとして、仕事をやろうみたいな感じで、ちょっと一旦考えるのやめとこうみたいな感じで思ってるから、このお相手からの連絡を待ち続けてると連絡来ないというか、連絡がないというか、コミュニケーション取れない、可能性が高いかなと思いますね。ちょっと、逃げてるっていうと語弊が、逃げてるか、語弊があるんですけど、気持ち的には嫌だとか、なんて言ったらいいのかな、あなたのこと嫌いだっつって逃げてるわけじゃないんですよね。自分、そうですね。ちょっと未熟者なのかしら。はい。でも、決めていかなきゃいけないってことも分かってるし、自分の考え方を変えなきゃいけないとか、もっと柔軟に対応できるような新しい解決策を見つけたいっていう気持ちはあるし、頭使っていく、冷静になっていくとは思うんです。未来に向けてね。今はヒートアップしてるのと、頭下げるのがハードルが高いとか、あなたと本音ベースで話し合うのがハードルが高いとか、そういうふうに思ってる部分がね、あるみたいなんで、ちょっとここはね、もう、本当申し訳ないんですけど、あなたの方がちょっと、もう一段階、さらに優しさ発揮してもらって、もう一回連絡してあげたらいいのかなって、その時は、はっきりということね。どうしてるとか、どう思ってるとか、怒ってるとかじゃなくて、いや、あの話もう一回ちゃんときちんと話し合おうっていうふうに言ったら、そうだねってなるんじゃないかなと思いますけどね。感情に訴えかけるっていうよりかは、冷静にというか、ちょっと、そうですね。感情的にはお相手の方を受け入れるような気持ちで、かつ、端的に、お相手の方に対して連絡してあげると、いいのかなと思いますね。はい。ちょっとね、嫌かもっていうか、なんでって思うかもしれないけど、ちょっとね、そっちの方が早いし、ちょっと、
あなたから連絡しないとこの意地張っちゃって、連絡するタイミングちょっと失っちゃいそうなんで、あなたの方からもう一回連絡してみた方が解決に近づくのかなと。はい、思いますね。はい。そして、では最後にこちらの2枚のカードから、あなたへのカミでごめんなさい。あなたへのアドバイスを出しております。で、こちらが、個性を表現するっていうカードと砂漠っていうカードですね。この砂漠っていうカードは、もうね、多分ね、あなたは今絶望の淵にいるんじゃないですかみたいな。砂漠ってほら、今もね、猛暑で暑くて熱中症アラートが出てますけれども、それぐらい暑くて苦しくて喉が渇いて、でも周りには何もなくって、誰も助けてくれないよみたいな気持ちにね、今なってるかもしれない。で、やっぱりお二人の関係性っていうのは、絆が深かったとか、さっき冒頭でも言ったみたいに結婚するとか同棲するとか、その次のステップに行くぐらいまで2人の信頼関係っていうのはできてたと思うし、お互いはお互いのホームだったと思うんですよね。だけれども今ちょっと割と激しめのというか、大きいお二人の関係の節目になるようなちょっと喧嘩みたいなもの、価値観の相違であるとか、そうですね、お二人の意見をなんていうのかな、意見のズレを修正していったり、お互い寄り添っていかないといけないようなタイミングっていうのが訪れていて、その中でお相手の方がコミュニケーション取ってくれないとか、連絡くれないとか、音信不通だ、既読スルーだ、未読スルーだって状況だと、もう私たちってもう終わっちゃったのとか、もうこれでもうお相手の方から無視されて、これで終わっちゃうのかなとか、そういう不安な気持ちとか絶望の気持ちとか今あなたにはあるかもしれないんだけど、おそらくきちんと本来はね、信頼関係を今まで長い間築いてきたお二人だからこそ、あなたも心のどっかで、これは自覚がない無意識の感情かもしれないけれども、お相手の方だったら分かってくれるとか、お相手の方とあなたとの絆っていうのはしっかりしたものなんだってことはね、どこかで分かってるとは思うんですよね。で今は結構激しめな派手な喧嘩をしたのに連絡取れない状態だから、どうしよう、もうこれで終わりかとか、もう2人は終わっちゃったんだみたいな風に落ち込んじゃったらかもしれないけど、きちんとね、お相手のことを信じて、連絡取ってあげてほしいなっていうふうに思うし、きちんとね、あなたも冷静になれば、話し合いっていうところもしていけるし、お二人の価値観を釣り合わせていくとか、船のカードと道のカード出てるので、今までにないお二人なりのお二人にしかできない解決法を、今までだったら A と B しかない、A か B か選ばないといけないと思ってたかもしれないけど、 C でも D でも E でも1でも2でも3でもいいんだっていう風に、新しい2人なりの解決策っていうのはこれから2人で模索していけるってことはね出てるので、今この連絡取れない期間に落ち込みすぎずに、お相手の方のことを信じて、きっとお相手の方だったらちゃんと話し合ってくれるはずだっていうね、2人の今までのなんていうのかな、信頼関係をもう一度あなたの中で信じ直す、そういう時間にしてほしいなっていうふうに思うし、この個性を表現するっていうところもやっぱりあなたが思ったことをはっきりときちんと伝えてくださいってことを言われてる、ここのコミュニケートクリアリと、重複するような、ちょっと内容かなとは思うんですけど、あなたが思う本当のこと、どうありたいか、どうしていきたいのかっていうところをね、きちんとお相手の方に伝えること、そうすればね、意地張ってるお相手の方もきちんと冷静になって2人の関係に何が必要なのかとか、どうしていくべきだったのかとか、お相手の方の今の態度がいいのか悪いのかっていうとちょっとどうかとは思いますけど、きちんとあなたがどう思ってるのかっていうことを明確に、そしてはっきりと、回りくどい言い方をせずに、私にはあなたが必要だと思ってるから、きちんと今後のことを話し合っていきたいんだよねってことをね、素直に伝えればね、お相手の方もいつまでも意地張ってちゃいかんなってことは自覚は多分あるはずなので、きちんと話し合いの場に、コミュニケーション取ってくれるんじゃないのかなっていうふうに、思うから、そこはね、信頼しておいていただければいいのかなと思います。相手のことを伺うような態度を取ったりせずに、あなたが思っていることを素直に冷静に伝えていくことで、お相手の方のことを信じればね、きちんと素直な言葉でコミュニケーションできると思いますので、ちょっとね、あなたへの負担が大きいかなっていうふうに思いますけど、きちんとね、お二人しっかりと見つめ合ってますので、信じて、これもなんていうのかな、これ2枚のカードで愛の葛藤っていう意味もあるんですよね。なのでこの2人の愛がより
強く結びつくために必要な期間だったんだねって何十年後に振り返った時に思えるようにね、今この大切なコミュニケーションの時間っていうところをね、しっかりと取っていってほしいなっていうふうに、はい、思いました。はい、以上で3番目の選択肢、祝宴を選んだ方のこのまま待ち続けたら連絡は来るについてリーディングいたしました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。